皆さんごきげんよう、上川薫です。今回お届けする話題は、私のチャンネルでメンバーシップ機能というものを開始しますというお知らせです。このメンバーシップ機能というものは通常、月額料金制でメンバーになってくれた人に対して特典動画や様々な裏話やメンバー限定のライブ放送などを行うといったことを中心にして、より密接にファンの人とチャンネル管理者との間を縮めようという制度です。ですが、私はこのチャンネルメンバー機能というものを少し違う使い方をします。それは皆さんからの力添えをしてほしいということに集中しようと思います。ですからメンバー機能というものを利用して様々料金はあるわけですが、それによって何かメンバーじゃない人とメンバーである人の差をつけるというわけではありません。私は動画を作ってそれをメンバーの人にもメンバーじゃない人にも全員に見てもらおうと思っています。メンバーになった人には純粋に私を応援するためだけにお金を出すという気持ちになってもらえると嬉しいです。さて、そのようにメンバーになった人に対する見返りというものがない、いわば支援金、カンパ金のような形でメンバーシップ機能を始める理由とは一体何なのかについてお話をします。その最大の理由は、規制が強化されてきて、私の活動に対する締め付けというものもだんだんと厳しくなっているのを日々感じているからです。これは YouTube 上の私のチャンネルの管理画面です。この管理画面の収益化というところのマークが制限付きになっています。この制限付きというのが、あなたの動画は不適切ですよという合図です。今回問題なのは、投稿直後にこうしたマークがつくわけではなく、投稿した後、1日2日は何の問題もなかったのに、それが一斉に表示が不適切に切り替わっているというところです。これは YouTube の AI が審査をした段階では問題なかったのに、それが一気に表示が変わるということから、通報がそれぞれに非常に多く来ているんだなということを私は感じました。YouTube の AI というものは動画の中で喋っている内容をまず機械音声から文字化します。その文字を検索することによって何か問題のある発言がないかというのを調査します。また動画の中で表示されるものについても映像から文字を変換するという、OCR というものがあります。この機能を使うことによって動画の中にある表現、文字情報というものについても表示されている内容にも問題がないかという、この喋っている内容と動画の中の文字情報すべてについて検索をかけて、そこに問題がないかというのを調べています。その検査をした上で表示がついていたにもかかわらず、しかもそれが1日2日と続いたのに、その後に急にこうした判定が翻るというのは、通報以外の原因というものは非常に考えにくいと私は思います。こうして判定が不適切ですよと確定したものについては、基本的に広告がつかないわけですから、広告収入というものは基本的にはほぼゼロになります。YouTube プレミアムに入っている人が見ることによって入るお金というのも確かにあるのですが、それはあくまでも非常に微々たるものです。私の動画は決して誰かを貶めようとしていたり、暴力的な気持ちを増長させるようなものではありません。報道されている事実というものが存在し、そのニュースをもとにして、このニュースが持っている意味は一体何だろうか、そして私はそのことに対してどのような考えを持っているのか皆さんにお話をするというのが基本の形です。この活動を始めたのは2019年6月からです。それ以来継続して皆さんに動画をお届けして、それによって多くの人たちに支持されて、チャンネル登録者数は増加の一途をたどっています。そうしたチャンネル登録者数の増加とともに、残念ながら同じように、理由が不明な、もしくは思い当たる理由というものが理不尽だなと思えるような形で、あなたの動画は不適切ですよという動画が増えています。そうした不適切指定が増えている最大の理由としては、私が一体どのような話題を取り上げているのかというのが一番大きく影響していると思います。ある人々にとっては、私の取り上げる話題というものが広めてほしくない、知らせてほしくない、不都合な事実に抵触しているようなものが多く含まれていると私は思っています。そうした影響をもってか、インターネット上にはこうした政治系チャンネルについて、このチャンネルは閉鎖に追い込もうというリストが出回っていたりもするのですが、そのリストの中に私のチャンネルの名前も上がっています。私自身はそうしたリストの存在というものは長い間知らなかったのですが、動画を見てくれる人のコメントで、こういったリストがありますよ。あなたのチャンネルも載っているので気をつけてくださいよとお知らせをくれる方が何人かおられました。そういったリストの存在からわかるのは、
私のチャンネルの登録者数が増えて動画への再生数が増える、つまり影響力が増えることによってより注意深く私のチャンネルが見られているのだなということがだんだん加速しているのではないかという予測です。そしてこの予測はそれほど大きく外れているとは思いません。動画に対する不適切処分というものが増えるその背景には通報が増えているということはきっと関係しているでしょうし、そうした通報に対して YouTube の運営がこの問題に対しては少し蓋をしてしまおうという気持ちがあるのではないかと私は疑っています。これらについては確かに証拠というものを出せと言われればなかなか難しいものがありますが、そのような予測をすることはおそらく動画を見ている人々にとってもそれほど難しくない予想ではないかと私は思います。このような状況というものは基本的に一切改善することはないでしょう。私はそのように考えています。私が活動を続けて、それによってチャンネルの影響力というものが増せば、ますますそのような私の活動を邪魔したい人たちというのも同じように増えていくでしょう。そうした厳しい状況にあっても安定して活動を継続していく、そして発展させていく、そのために皆さんの助力を求めます。ぜひとも皆さんの力添えをしてくれると嬉しいです。これまでの動画の広告を見るといったものよりもはるかに進んで、皆さんの財布からぜひともお金を出してくださいという話なので、決してたやすい話ではないというのは分かっています。ですが、一人でも多くの人が私の背中を押さえて支えてくれる人になってくれることを私は期待しています。ぜひとも検討をよろしくお願いします。なお、このメンバー支援額というものはかなり大きく上下の差があります。しかしこれによって何か差があるわけではありません。私は最初にも言いましたが、メンバーになる人とメンバーにならない人の差をつけるつもりがありませんと言いましたが、それと同じようにメンバーになった人に対しても同じように金額の差によって何かが変わるという差もつける気はありません。あくまでもこの金額の差というのは皆さんのお財布事情に合わせてください。メンバーになった人、メンバーにならなかった人が全く同じように動画を見られるのと同じように、金額の大小によってもその差というものは存在しません。ですから金額の大小に関わらず、メンバーになった人は皆同じ私を支援する仲間だというふうに思ってもらえると嬉しいです。最後になりましたが、メンバー機能についての説明を少しだけしておきましょう。こちらがパソコンで見た場合の私のチャンネルです。このチャンネルのホームページではまずメンバーになるというのが一番上にありますので、こちらをクリックしてください。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回お届けする話題は、クリックして進んでもらうと最初に私の案内の説明というものが入っているのですが、今回はこの動画を停止した状態で話を進めます。この画面においてはどの額で支援を行いますかという選択肢が登場します。金額としては190円からスタートして、このシステムの限界のお金というものも一応設定しています。メンバー用バッジというものも表示されていますが、これは改めてもう一度言いますが、金額の代償ではありません。メンバーとして継続期間が長ければ長いほど、左から始まって右へと進んでいきます。ですので、一番最初は左のマークから始まり、だんだんと右側に移行していきます。これはあくまでも金額ではなく、メンバーの継続期間によって変わっていきます。そこの点をご注意ください。それではどの額にしようかというのが決まったら、メンバーになるというボタンを押してもらえれば、その先のお支払いに進んでいきます。例えば今回は490円という支援額で購入画面に進みました。私の場合だとすでに Google の中においてどんな支払い方法をしますかというのがあらかじめ設定されていたために、クレジットカードのセキュリティコードを聞いてくるという画面に移行しています。このように事前に何かでお支払いをするというのが設定されていた場合は、その支払い双方が最初に出てくるはずです。例えば Google においては電子出版の本であるとか漫画であるとか音楽であるとか映画であるとか、もしくは有料のアプリ、例えばゲームなどについての支払いなど、そういったものに関しての支払い情報というものが事前にあった場合は、そちらの方がまず最初に出てくるはずです。もしもそういった支払い方法というものを設定していない場合は、クレジットカードやデビットカードといったものの設定方法が出てくるはずです。こちらが Android のスマートフォンで見た場合の私のチャンネルです。この画面のチャンネル名、上川が行くわかるニュース解説という後にチャンネルの登録者数、その下にメンバーになるというのがあります。このメンバーになるというのをクリックして進んでもらえると、支援額を一体いくらにしてメンバーになるかというのを自分で選ぶことができます。そして iPhone 向けについてもお知らせをしておきます。iPhone の
の場合であれば、そのままページを表示しただけではメンバーになるという表示が出てきません。そこで私としては一番簡単な方法をお伝えします。動画の説明欄の中にメンバー登録をするためのページに直接飛べるアドレスというものを掲載しておきますので、そちらをクリックするという方法をお試しください。メンバー支援額についても、これは途中で変えることができます。一番最初にこの金額にしたからといって、後から変えるということも可能です。なので、最初ちょっと多すぎたなと思った人は後から変えることもできますし、最初少なかったなと思う人が後から増やすこともこれもまた自由です。また当然ですが、やっぱりちょっと今は応援する気にならないなと思ったら途中でやめることも当然皆さんの自由です。そして最後に決済方法の話もしておきましょう。支払い方法はクレジットカードとペイパルというのが一つ出てくるのですが、クレジットカードを持っていないよ、ペイパルって一体何なのという人の場合は、デビットカードという手もあります。このデビットカードというのはクレジットカードと違って銀行口座にお金さえあればその支払いがインターネット上でできるというものなので、クレジットカードも持ってないしペイパルもよくわからないという場合であればデビットカードというものを調べてぜひともご利用ください。このデビットカードとして有名なところとしてはインターネット銀行であるジャパンネットバンクや楽天銀行、住信 SBI など様々あります。先ほども述べたように口座にお金があればその口座の範囲内で使えるというので、クレジットカードが持てない人にとっても非常にインターネット上で決済がしやすいカードです。クレジットカードがない場合はそうしたデビットカードの利用なども考えてください。一部のスマートフォンにおいては電話料金と一緒に支払いを済ませるという方法もあるようです。これは契約している会社や機種によって選択肢として出る場合出ない場合ありますので、出た場合はそうしたものを利用するという手もあります。少し複雑な話になりましたが、ぜひともこの機会にメンバーの一員に加わって私の活動を支援してもらえると嬉しいです。それではまた次の動画でお目にかかりましょう。またね。